ブロック12個をカバンに詰めて銀行に持ってって自分が優勝した WSOP の商品当時のレートよりは多くって2023は自分の中で一番収入が多かった年です。人生でブレスレット取った年よりも多いです。まあ自分が優勝した WSOP の商品が当時のレートよりは多くって今のレートよりは少ないぐらいな。これめちゃくちゃクロースな。めっちゃわかりますね、調べたら。ぐらいな収入をだいぶ絞られる。あれいくらもうまあでも、あくまで去年があっただけで今年がどれぐらい勝てるかどうかわかんない。ポーカーに関しては、その長年続けてこれてるっていうのもあるんで、そこは違うところですよね。去年の一過性の上振れなのかそれはこれから継続できるのかどうかはまだわかんない。木原さんって海外のトーナメントですごい高額なお金買ったりすることあると思うんですけど、そういうのってどうやって持って帰ってくるんですか？自分はですね持って帰んないんですよ。置きっぱなしなんですよ。だから1年間とかお金になっちゃうけどそれでもその面倒くささを考えたら置きっぱなしにします。円に変えるときはラスベガスでドル欲しい人みたいな。なるほど。でそして応募してくれた人にダイレクトメッセージでここにお金振り込んでください今のレートこれなんでこれでみたいな。で先に振り込んでもらってそして1週間後とかに来るじゃないですか。その時に、ラスベガスで待ち合わせてお金を払うってことをやってますね。なるほど。そこはなんか法律面とかは大丈夫？全然問題ないですよ。自分はちゃんと申告してるんで出どころがそのキャッシュゲームとかトーナメントの勝ちだってことはそこで分かるから全然大丈夫ですね。正直5万ドルぐらいで自分がポーカー界からドローンすると誰も思ってないと思うのでなので、5万ドルとかは割と先送りとかみんなしてくれるっていうのは、なんかそれなりに自分のやってきたこととかは浸透してるのかなっていうところありますね。そうですね、信用で。50万ドルを、キャッシャーからは一旦物理的に50万ドル受け取るじゃないですか。いやしなくていいんですか？ WSOP は振り込めますよ。1万ドル超えたら。知らなかった。それはどこに振り込まれるんですか？日本の銀行口座に。日本円で？日本円で。ただ難しいのは円の口座に振り込むと為替手数料が1円かかる。1ドル1円かかるんですよ。めちゃくちゃでかい。もはやでかい。あと50万ドル優勝した時50万ドル、そのうち半分の25万ドルを税金関係とかで送ったんですけど25万ドルの手数料25万円ですからね。それでも分かったけどでも他に方法もないし、だって当時は日本人そんなにいないから送ってくれた時になんか欲しい人どうぞっていうその方法が取れないし、でも税金関係的に必ず日本円にしなきゃいけないし。この前の PPC の時はいくらでした？あれは64万ドルですね。あれは全部現金で60万ドル受け取ってそれをそのデポジットのとこまではデポジットじゃなくてですね、あれはですねそのうち60万ドル百歩さんのお金なんで、それはブロック12個ですね。わかるです？ブロックね、廉価ね。ブロック12個を百歩さんがカバンに詰めて、そして次の日百歩さんが銀行にそれを物理的に持って物理的に銀行に持ってって預金してましたね。結構そのスリとかもラスベガス多いじゃないですか。まだバレなきゃ捨てられないですよね。いやそうですけどお金持ってるって知られなかったら。でも知らない人を手当たり次第にスリはやってくる。いやでもポケットに入れるわけじゃないから。カバンのこんな感じですか？多分そう。ドル口座に自分のドル口座に振り込んでもらって自分がドル口座から百歩さんのドル口座にドルで送金すればよかったんだけど持ってなかったんですよ。だからとても百歩さんには迷惑をかけたんだけど、そうドルで現金ででもあれでも64万ドルブロック12個初めて見ましたね。さすがに見たことないですね。トーナメントだけで、渡航費もかかってってなると、トーナメントだけでプロとしてやっていくっていうのはもうほぼ無理って考えた方がいいんですかね？そう思いますね。日本の法律はその税金とか賭博とかそういう関係の法律だけじゃなくて出資法とか金融商品取引法とかそっち側の縛りが結構面倒くさいんですよ。ステーキングに関して言えば、アメリカだったらトーナメントプロで成立するんですよ。なんでかっていうとですね
1000ドルトーナメントに出ます、10% は100ドルだけど 10% を140ドルで売って 70% 売ります。980ドルになるじゃないですか。自己負担20ドルで 30% 出ることができるんですよ。それだけ売れれば。でそれは日本でもできるっちゃできるんだけど、そこら辺の税制面がめっちゃめんどい。でアメリカは USTX っていうサイトを使えばそれ登録するだけで勝手に欲しい人どうぞ、大体知名度があれば買ってくれるんで。サイトがあるんですね。もともと自分が参加して払ったものが20ドルとかあったらマネープレッシャーもないだろうし、日本の法律は面倒くさくてそれができないのが、トーナメントプロが厳しい一番の理由ですかね。日本人のトーナメントプロ、トーナメントだけでやってるプレーなんてほとんどいないですからね。無理ですからね。あとですね、日本はちょっと累進課税も結構厄介なんですよ。別に税率が 50% でフラットでもいいんですよ。だけど累進っていうのがすごい辛くてそうですよね。これ結構なんか走っても累進課税だと1万ドル出て負けたら1000ドル分しか税金、2000ドルとかしか税金をマイナスにならないけど、走ったらその 55% とか取られちゃうわけですからね。これ無理なんですよ。しかもハイステークス系のトーナメントとかはもうトッププロだってみんな売ってるんですよ、パーセント。全部自腹で1万ドルのイベントに出てる人って本当わずかですよ、有名プロでも。実際自分現地のみんなのプロとかの肌感覚を知ってるから分かるけど、皆無とは言わないけど1万ドルだったら全部自腹出てるのは 20% とかそんぐらいじゃないですかね。木原さんは結構少数派なんですね。自分は売りたくても売れないっていうね。法律的にもそういう意味合いがあるんだけど、それがだからみんなできるんでトーナメントプロっていうのも成立するんですよね。で、その自分のパーセントをより高く売るためにはより大きいトーナメント優勝すればより高く売れるわけですよね。高くても買ってもらえる。そのために名前を売りたいんですよね、みんな。もう絶対こいつバカ勝ちしてるなっていうのは、例えばジャングルマンだとか、スコット・シーバーとかブライアン・ラストとか、ここら辺は本当に勝ってるプレーですね。もうなんかここら辺は自腹で1万ドル安すぎて出ないの。そうなんですね。いやマジで1万ドルとかもだるいから割とレイトレジストギリギリに来たりするし。そうなんですね。これはごく一部の本当に勝ってるごく一部のプロね。結構そのクレイジージャーニーとかテレビも出てて緊張しません？でも最初はしてたんですけど途中から全くしなかったんですよ。それは自分あることに気づいたんですよね。何かっていうと、自分はポーカーで飯を食っていて、だからテレビで滑ろうが全然自分の収入には全く何も影響がないってことに気づいたんですよ。で逆にテレビですごい面白いって思ってもどうせそれ収入源にならないってことも気づいたんですよ。これ成功しても失敗しても全然関係なくない、自分の人生にみたいな。普段からあんまり気にしないですか、どう思われるかとか。だって何も得も損もないじゃないですか。なんかプロって言ってると、ちょっと例えば同卓した時とかに、その同卓した相手の方が下手だとしてもいろいろ言ってくる人もいるじゃないですか。なんか変なプレーで全然うまくなかったみたいなこととかを言ってくる人って必ずいるじゃないですか。でもだってそんなに言われたって自分損しないんで、お金もうお金損しないし生活に困らないし、だって自分食えてるから。多分日本人で一番こいつポーカー下手っていうふうに言われたり書かれたりしたことが多い人間ですよ、自分は。そうですか。多分めちゃくちゃ言われたしめちゃくちゃ書かれたし、多分そういうふうに言う人のほとんどよりは自分の方が強いからいいしみたいな。逆にクレイジージャーニーとかって結構木原さんがあれきっかけで木原さんを認知された方とかも結構いると思ってて、逆にそういううまくいった番組出演がいい影響を及ぼしたみたいなことってあるんですか？それはもうめちゃくちゃ1回目のクレイジージャーニーがですね2015年なんですね。2015年の11月、ちょうどそこでルールを覚えたりとか存在を知ってそのルールを覚えて 7,8 年ってちょうど勉強して強くなって海外に挑戦するタイミングなんですよ。なので海外のトーナメントとかあとは WSOP 会場だとか日本人とかに会うとかなりの頻度で2015年のクレイジージャーニーで
ポーカーの存在知りましたって言ってくれる人が結構いて、これ結構いるんですよ。これすごいありがたいなって思ってて、なんかどんなゲームでも自分に合うゲームがあって、その合うゲームを見つけられたら人生が幸せになる、ちょっと幸福が増えるっていうのがゲームだと思ってて、その中にポーカーに実はめちゃくちゃ相性がいいのに、ポーカーを知ることがなく、たまたまポーカーやってなかったことで人生損してたって人って多分いると思うんですよ。そういう人にポーカーの存在を知ってもらえたら嬉しいなと思って番組出てるんで、そういうふうに言ってもらえるのは自分的にはめちゃくちゃ嬉しいです。なんかその番組とかメディアとかに出る一番の理由ってそこなんで、アーリアでトム・ドアンがミリオンのポットを買ったことがあるらしいんですね。今のレッド5億ぐらいのポットを買ったことがあるらしくて、